皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄四万線の終点賢島駅です。今日は賢島駅から近鉄特急に乗って帰ります。今の時間は15時を過ぎたところ、本日上りの観光特急しまかぜは京都行きが発車した後で名古屋行き、大阪、難波行きともに満席となっています。ということで今回私が乗る列車は15時40分発の名古屋行きのしまかぜ。あれ、関西方面に帰るのじゃないのと心配になりますが、さてどうなることやら。とにかくしまかぜの5号車に乗ります。5号車は車椅子対応の車両なので、シートの配置が他の車両と一部異なります。これは車内の端っこの席のテーブルです。この時間で発車10分前ですが、まだ誰も乗っていませんね。ここでしまかぜの座席の一部ですがご紹介をします。稲取の枕は曲げられましたが、しまかぜの枕は柔らかくて曲げて固定はできません。上下に可動する枕です。読書灯です。座席背面テーブル、大きくてしっかりした作りです。こちらは網ポケットに入っていた車内設備の案内です。スマホで全面展望が見られるのですね。こちらはカフェ車、いわゆる食堂車のメニューです。ワゴンサービスで買えるものもありますね。発車前にカフェ車に行ってみることにしました。もう利用できるとのことで、早速2階のカフェに上がります。じゃあスイーツセット。スイーツセットを注文しました。あとお土産に赤福の2個入り命名箱も注文。先にお支払いをしている間に賢島駅を発車しました。ということでモンブランとホットコーヒーのスイーツセットをいただきます。どうでもいい話ですが、私はコーヒーを飲むときだけ左利きになります。モンブランをいただいているうちに宇方駅を発車。こちらの貝の形のお菓子はシェルレーノミニと言います。G7 伊勢志摩サミットのお茶菓子に選ばれたそうです。一口サイズのお菓子、美味しかったです。2個ついていました。横のモニターで全面展望が映っていて、伊豆宮参拝で下車した上野郷駅が映っていました。その上野郷駅を通過中です。スイーツセット美味しかったです。車内でいただけたのでなおさら美味しかった。この区間では数人の方が2階席を利用されていました。アンケートに答えると何かいただけるとかでカウンターで商品と引き換えました。これは何なんでしょうね。さて5号車に戻れました。まだこの区間では私の他にお客さんはいないようです。洗面所で手を洗っています。ジェットタオルもあります。洗面所とは別にパウダールームもあります。三木本真珠島が見えたので、もう間もなく鳥羽駅です。車内でいただける記念乗車証とおしぼりです。他の近鉄特急のおしぼりより高級感のあるしまかぜのおしぼりです。さてこのしまかぜは名古屋行きです。私は奈良県へ帰るので、このまま乗っていくわけにはいきません。鳥羽駅を発車。 JR 三宮線のキハ25が見えました。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。鳥羽を過ぎても5号車はガラガラです。次の停車駅は宇治山田です。宇治山田ならお伊勢さん参拝をされた乗客がどっと乗ってくるのでしょう。近鉄鳥羽線は昭和45年全線開業と比較的新しく、踏切もなく時速130キロ運転可能な路線。そんな鳥羽線をしまかぜは快調に飛ばします。伊勢神宮内宮最寄り駅の五十鈴川駅を通過。この駅は停車駅の多い乙特急のみの停車です。
こうして名古屋行きの島風は宇治山田駅に停車、下車します。このまま乗っていくと名古屋方面へ連れて行かれますからね。この島風は次は伊勢市、その次は近鉄四日市、終点名古屋の順に止まります。この駅でおそらくお伊勢参りの帰りのお客さんが大量に乗車。約1ヶ月前に特急券を買ったタイミングですでに宇治山田から名古屋行きの島風の席は満席で、かろうじて賢島宇治山田間で購入できたということでしょう。お伊勢参りの参拝客も多いし、島風の人気も相変わらずすごいですね。この編成、島風のトップナンバーですね。ということで、ここまでは名古屋行きの島風の42分間の旅でした。さて、私は奈良県に帰るので、次の大阪方面の列車に乗り継ぎです。宇治山田16時30分発の大阪上本町行きの特急です。近鉄の特急料金は乗り継ぎ時間が30分以内だと通算できるルールがあります。私は今回賢島から大和八木まで特急を利用しますが、その区間の特急料金は1640円。今回のように賢島から宇治山田までの特急料金は520円。さらに宇治山田から大和八木までは1340円となり、合計1860円となりそうですが、先ほども言いましたが、近鉄は30分以内の特急乗り継ぎだと特急料金を通算するルールとなっており、1640円ですに別々に買うより180円安くなります。ちなみに今回は伊勢神宮初詣割引切符に付属の特急券引換券で購入の特急券ですが、同じルールが適用で利用できました。ただし島風利用分は島風特別車両料金の740円を別払いしています。こうして16時30分発の特急が到着。2階建てのミスタカーです。今回はミスタカーの2階席です。階段を上がりまして、ここが今回の私の席。16時30分宇治山田駅を発車。宇治山田でも結構席が埋まり、次の伊勢市でもかなりお客さんが乗ってきました。行きで乗車した二重丸ライナーとすれ違いました。宇治山田から大和八木までは1時間17分の旅です。宮川を渡るとお伊勢参りの帰りだなって気がします。車内のほとんどはお伊勢参りの帰りのお客さんという感じ。座席を回転させてのグループのお客さんもおられて賑やかな車内でした。ちなみに今回の島風と他の特急の乗り継ぎは近鉄のネット予約で見つけたもので、大阪難波行き、京都行きの島風はすでに売り切れだったので、賢島と宇治山田までの42分間の乗車でしたが、人気の島風に乗りたい方は穴場的な乗り方だと思います。42分の乗車で島風特別車両料金の740円は結構いいお値段ですけどね。賢島から宇治山までの間は比較的空いている感じがします。伊勢中川でさらに乗車があり、ほぼ満席に。私の席の通路側席は空いていましたが、ここは名張駅で横に停車中の列車は名古屋行きのアーバンライナーです。ミスタカーの2階席の高さが分かりますね。日の短い1月下旬、日没も過ぎまして、17時47分、大和八木駅に到着です。こんな感じで島風とミスタカーを乗り継いだ賢島からの帰り道は無事に大和八木に到着しました。満席が多くて人気の島風ですが、賢島から宇治山田や逆に宇治山田から賢島の区間では結構空いていると思います。どうしても島風に乗ってみたいという方は末端区間の乗車を試みてはいかがでしょうか。4回に分けてお送りしました2026年の伊勢神宮初詣の旅はこれで完結です。また次の旅の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。